なぜ徳川家康は戦わない時代を作ることができたのか。徳川家康、日本史の中で最後に天下を取った武将。そう聞くと強かった人、我慢強かった人、そんなイメージが浮かぶかもしれません。けれど本当に注目すべきなのは勝ったことではありません。家康が考えていたのはどうやって戦うかではなく、どうやって戦わない時代を作るかでした。なぜ彼は260年も戦争が起きない社会を思い描くことができたのか。今日は徳川家康を英雄ではなく終わらせることを選んだ人として静かに見つめていきます。家康は戦国を知りすぎていた。家康は戦国のただ中に生まれました。幼い頃から人質として生き、裏切りや死を日常として見てきた人物です。戦に勝ってもそれで終わらない。次の争いがまたすぐに始まる。家康は戦争が止まらない仕組みを誰よりも理解していました。だからこそ彼は戦い続ける強さよりも終わらせる知恵を求めたのです。力で抑えれば力で返される。家康は武力の重要性を誰よりも知っていました。けれど同時に武力の限界も知っていました。力で押さえつければいつかもっと大きな力で返される。恐怖で支配すれば恐怖は内側に積もっていく。だから家康は力に頼りきらない社会の形を考え始めました。家康が作ろうとした社会。家康が目指したのは誰か一人が圧倒的に偉い社会ではありません。社会そのものが暴走しない仕組みでした。武士には勝手に争えない立場と責任を、町人には信用を積み重ねる商いの自由を、農民には自然のリズムの中で暮らしが続く土台を、それぞれが自立しながら互いに壊さない関係。家康はその全体像を少しずつ形にしていきました。家康が恐れていたもの。家康が本当に恐れていたのは外敵ではありません。内側から社会が壊れていくことでした。権力者の慢心、無責任な自由。小さな不満が大きな争いに変わること。だから彼は法律より前に人の心にブレーキがかかる社会を目指したのです。江戸260年は設計の結果だった。江戸時代の260年は偶然の平和ではありません。完璧でもありません。
それでも戦争が起きにくいように何重にも考えられた社会でした。家康の凄さは自分が生きている間だけでなく、自分の死後を前提に社会を考えたことです。だからこそ江戸は続いたのです。現代への問い。私たちは今、強さをどこに求めているでしょうか。速さでしょうか、効率でしょうか、それとも誰かを押さえつける力でしょうか。家康が考えていた強さはそれとは違いました。争わなくて済む社会を作る力。その思想は今も私たちの足元に静かに残っています。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。